皆さんこんにちは。今日はアメリカの預言者エドガー・ケーシーがピラミッドについて語った驚くべきリーディングについてお話しします。ケーシーは数多くのリーディングを通じてピラミッドの建設方法やその目的、さらにはアトランティス文明との関係について詳しく語っています。まずはエドガー・ケーシーとは誰かを簡単にご紹介しましょう。1945年、アメリカの霊的なヒーラーであり預言者として知られています。彼はトランス状態でリーディングを行い、多くの人々に癒しやアドバイスを与え、その中には古代文明や未来予言に関する驚くべき情報も含まれています。ピラミッドの建設年代と技術についてのリーディング。ケーシーはギザの大ピラミッドが紀元前1490年頃に建設されたと述べています。この年代は現在の考古学的な証拠や炭素年代測定による推定とは大きく異なります。ケーシーのリーディングによると、このピラミッドは非常に古く、アトランティス文明の崩壊と深い関わりがあるとされています。現在の考古学では、ギザの大ピラミッドは紀元前2560年頃にエジプト第4王朝のファラオであるクフの命令で建設されたとされています。これに基づいてピラミッドはクフの墓として建設されたと考えられています。考古学者たちはピラミッドの建設には約20年間がかかり、数万人の労働者が動員されたと推定しています。また、石材の切り出しや運搬には斜面や滑車の使用が考えられています。一方、KC のリーディングでは、ピラミッドは単なる墓ではなく、霊的な目的や高度な科学技術の証として建設されたとされています。彼は、ピラミッドの建設がアトランティス文明の技術を受け継いだものであるとし、そのために非常に高度な技術が使用されたと述べています。KC のリーディングによると、ギザの大ピラミッドは単にファラオの墓としてではなく、霊的なイニシエーションの場や天文学的な観測施設、そして知識の保管場所として建設されたとされています。このピラミッドは地球のエネルギーライン、霊ラインと共鳴し、特定の霊的物理的な効果を引き起こすための構造物であるとされています。また、ピラミッドの建設には反重力技術や音響エネルギーといった高度な技術が使用されたと述べています。これにより、巨石を持ち上げ、正確に配置することが可能になったとされています。この技術はアトランティス文明から伝わったものであり、ピラミッド建設に携わったエジプトの建設者たちは、この高度な知識を受け継いだとされています。リーディングでは、ピラミッドの建設者たちの中には、アトランティスから移住してきた人々が含まれていると述べられています。アトランティス文明は、反重力技術や音響エネルギーといった高度な科学技術を持っており、その知識がエジプトに伝わり、ピラミッド建設に活用されたとされています。具体的な技術。1、エネルギーフィールドの生成。KC のリーディングでは、特定の装置や儀式を通じて反重力エネルギーフィールドが生成され、石材を浮かせる効果があるとされています。これには地球のエネルギーライン、霊ラインや宇宙エネルギーを利用した方法が含まれます。2、振動と共鳴の利用。石材を浮揚させるために特定の振動数や共鳴を利用する技術が使用されたとされています。この技術により石材の分子構造が変化し、重力の影響を受けにくくなるとされています。応用例。巨石の持ち上げ、反重力技術により、数トンの重さの石材を持ち上げ、必要な位置に正確に配置することができたとされています。
建設作業の効率化。この技術により、ピラミッド建設の際の労力や時間が大幅に削減され、高度な精度で石材を配置することが可能になったとされています。音響エネルギー。KC のリーディングでは、音響エネルギーもピラミッドの建設に利用されたと述べています。音響エネルギーとは、特定の音波や振動を利用して物質を動かす技術です。特定の周波数や音調を用いることで、物質の振動数を変化させ、浮揚効果を生じさせることができます。具体的な技術。1、音波の共鳴。特定の音波が石材に共鳴し、その振動を変化させることで、物質の重力を無効化する技術が使用されました。これにより、非常に重い石材を持ち上げたり、移動させたりすることが可能になります。2、特定の楽器や声の使用。KC のリーディングによれば、古代エジプトの建設者たちは特定の楽器や声の調和を用いて音響エネルギーを発生させました。この音波は特定の周波数で発せられ、石材を浮揚させたり移動させたりすることができました。応用例。石材の切り出しと運搬。KC のリーディングでは音響エネルギーを利用して石材を切り出し、その後同じ技術で石材を持ち上げ移動させることができたとされています。特定の音楽や唱えられた言葉が石材と共鳴し、浮揚効果を生じさせることができました。精密な配置。音響エネルギーを利用することで、石材を非常に精密に配置することが可能となりました。これにより、ピラミッドの構造が極めて正確に作られたとされています。過去にピラミッドについて質問され、リーディングされた一部。リーディング番号 5748-6。反重力技術。これらの建設者たちは、重力を無効化する方法を理解していた。彼らはアトランティスの崩壊以前からの技術を持ち込み、特定の装置を用いて石材を浮かせた。リーディング番号 440-5。音響エネルギー。音の振動が石を動かす力を持っていることを知っていた彼らは、特定の周波数で歌や楽器を使い、石材を持ち上げた。その音は石材と共鳴し、自然に浮き上がる効果を生んだ。ギザの大ピラミッドは単なる墓ではなく、複数の目的を持つ複合施設として建設されたとされています。霊的なイニシエーションの場。KC のリーディングによれば、ピラミッドは特定の宗教的、霊的な儀式が行われる場として使用された。これらの儀式は、個人の霊的な成長や悟りを促進するためのものであり、ピラミッド内部の特定の部屋や通路で行われた。1、イニシエーションのプロセス。儀式は神官や霊的指導者によって指導されました。参加者は霊的な成長や知識の獲得を目指して特定の儀式を経ることでイニシエーションを受けた。これらの儀式には瞑想、祈り、特定の体位や呼吸法などが含まれていたとされています。参加者はピラミッドのエネルギーフィールドを活用して、より高次の意識状態に到達することを目指した。2、ピラミッドの構造とエネルギー。ピラミッドの形状と構造は特定のエネルギーを集中させる設計になっていて、このエネルギーは儀式の効果を高め、参加者の霊的な成長をサポートするもので、ピラミッド内部の王の間や女王の間と呼ばれる部屋は、特に霊的なエネルギーが集中する場所として使用された。知識の保存。KC のリーディングでは、ピラミッド内部に古代の知識や科学的な情報が秘められているとされています。
これらの知識は未来の世代に伝えるためのものであり、ピラミッドは一種の図書館として機能していた。1、記録の間。ピラミッド内部には記録の間と呼ばれる秘密の部屋が存在するとされていて、ここには古代の文明に関する文書や科学的な記録が保存されていた。記録の間にはアトランティス文明やエジプト文明の歴史、技術、霊的な知識が詳細に記録されていた。2、保存された知識。保存された知識には天文学、数学、医学、建築学などの科学的な情報が含まれていた。これらの知識は未来の世代が利用できるように意図的に保管された。また、霊的な教えや儀式の方法、神秘的な哲学なども記録されており、これらは霊的な成長や啓蒙のために利用されるものでした。天文学的な観測。KC のリーディングによると、ピラミッドの設計には高度な天文学的知識が反映されている。ピラミッドは天体の動きを観測するための機能を備えており、天文学的な観測装置としても使用された。1、天文学的な設計。ピラミッドの配置や角度は特定の星座や天体の位置に合わせて設計されています。例えば、ピラミッドの四角形の基板は北斗七星の位置と一致するように配置されている。内部の通路や部屋も特定の星や天体の位置と連動するように設計されており、これにより天文学的な観測が可能となっている。2、観測の目的。天文学的な観測は農業や祭り、宗教儀式のタイミングを決定するために重要だった。ピラミッドの内部構造はこれらの天体の動きを正確に観測するためのツールとして機能した。天文学的な知識は季節の変化や気象パターンの予測にも利用され、古代エジプト社会の計画と運営に不可欠なものだった。アトランティスからの移住者。KC のリーディングによれば、ピラミッドの建設にはアトランティスからの移住者が大きく関わっていた。アトランティスは高度な文明であり、その崩壊後、生き残りが世界各地に移住した。1、移住の背景。アトランティス文明は高度な科学技術と霊的な知識を持つ先進的な文明でしたが、災害や内紛により崩壊した。アトランティスの崩壊に伴い、生き残りの一部はエジプトを含む他の地域に移住し、そこで彼らの技術と知識を伝えた。2、移住者の役割。アトランティスから移住してきた人々は、ピラミッド建設において重要な役割を果たした。彼らはアトランティスの高度な技術を持ち込み、エジプトの建設者たちと協力してピラミッドを建設した。これらの移住者は、建設技術の指導者や技術者として、ピラミッドの設計や建設に関与した。アトランティスの崩壊と移住の歴史。KC のリーディングでは、アトランティス文明の崩壊とその後の移住の歴史についても言及されている。1、崩壊の原因。アトランティス文明は内紛や天災、例えば大洪水や地震により崩壊しました。KC はこれが約1万年以上前に起こったと述べている。崩壊の結果、生き残りのアトランティス人は故郷を離れ、新しい土地に移住することを余儀なくされた。2、移住の経路。アトランティスからの移住者は、地中海地域やアフリカ、さらには南アメリカなど、世界各地に散らばった。特にエジプトは、彼らの重要な移住先の一つとなり、そこで彼らの高度な知識と技術が新たな文明の発展に寄与した。
ヘルメストリス・メギストス。ヘルメストリス・メギストスは古代エジプトの神トとトトと同一視される人物であり、知識と知恵の象徴とされている。彼はギリシャ神話の神々と関連づけられ、アルケミーや神秘学の創始者とされている。KC のリーディング。1、設計の指導者。KC のリーディングによれば、ヘルメスは大ピラミッドの設計を指導した中心的な人物だった。彼は霊的な知識と科学的な知識を融合させ、ピラミッドの設計に反映させた。彼の知識は天文学、幾何学、数学などの高度な科学技術に基づいており、これがピラミッドの精密な設計に寄与した。2、エネルギーの利用。ヘルメスはピラミッドが地球のエネルギーを集め、それを霊的な成長やイニシエーションに利用するための装置として設計した。ピラミッドの形状や配置は、エネルギーの集中と流れを最大化するように計算されている。彼はまた、反重力技術や音響エネルギーの使用についても指導し、これにより巨石の運搬や配置が可能になったとされている。エノクの役割。エノクは聖書に登場する重要な人物であり、神に近い存在とされている。彼は神との直接的なコミュニケーションを持ち、天界の秘密を知る存在として知られている。KC のリーディング。1、設計と建設の協力。KC はエノクがピラミッドの設計と建設において重要な役割を果たしたと述べている。彼はヘルメスと共にピラミッドの設計を行い、その建設を指導した。エノクは天文学的な知識を持ち、これをピラミッドの設計に反映させた。彼の知識により、ピラミッドは天体の動きを観測するための高度な装置として機能することができた。2、霊的な意図。エノクはピラミッドが単なる物理的な構造物ではなく、霊的な成長や啓蒙のための場であることを強調した。彼の指導のもと、ピラミッドは霊的なイニシエーションの場として設計された。彼の霊的な教えと知識は、ピラミッド内部の設計や儀式の場の配置に反映された。これにより、ピラミッドは霊的なエネルギーを集中させ、儀式の効果を最大化することができた。リーディングに基づくと、反重力技術や音響エネルギーといった高度な技術は、現代の科学技術ではまだ解明されていないものです。これらの技術の存在は、古代エジプト文明が持っていた知識の深さとアトランティス文明との関係を示唆しています。現代の科学技術との比較。現代の科学技術では、重力を無効化する反重力技術や、音波の共鳴を利用して物質を移動させる音響エネルギー技術はまだ開発されていません。しかし、KC のリーディングが示すこれらの技術は、古代の人々が持っていた高度な知識と技術を再評価するための重要な視点を提供しています。歴史的視点の再評価。リーディングは、ピラミッド建設に関する従来の歴史的視点を再評価する機会を提供しています。これらのリーディングは、古代文明が持っていた可能性のある高度な技術に対する新たな理解を促進し、現代の科学者や考古学者にとっても興味深い研究テーマとなっています。スフィンクスの右足の下に隠されているもの。エドガー・ケーシーのリーディングによると、ギザのスフィンクスの右足の下には、高度な古代文明の証拠が隠されているとされている。これは、記録の間と呼ばれるもので、アトランティス文明や古代エジプト文明に関する貴重な知識や技術が保管されている場所だとされる。このリーディングの詳細について説明します。
スフィンクスの右足の下にある記録の間。ケーシーのリーディングによると、スフィンクスの右足の下には記録の間と呼ばれる地下室が存在し、この部屋にはアトランティス文明や古代エジプト文明に関する重要な文書や技術が保存されている。これらの記録は未来の世代が必要とするときに開示されるべきものであり、人類の霊的進化や科学的発展に寄与する情報が含まれている。記録の内容。1、アトランティスの歴史と技術。KC はアトランティス文明が非常に高度な技術を持っていたと述べている。記録の間にはアトランティスの歴史やその科学技術に関する詳細な文書が含まれているとされている。これには反重力技術、音響エネルギーの利用、天文学的知識など現代の科学技術を超える高度な知識が含まれている。2、霊的な教えと儀式。記録の間には古代の霊的な教えや儀式に関する情報も保存されています。これらの教えは個人の霊的成長や啓蒙を促進するためのものであり、古代の神官たちが使用した儀式の詳細が記されています。霊的な成長やイニシエーションの方法、エネルギーの利用法などが含まれており、これにより現代の霊的探求者たちが恩恵を受けることができます。3、エジプト文明の秘密。スフィンクスの記録の間には、古代エジプト文明に関する多くの情報も含まれており、これにはピラミッドの建設方法、エジプトの神々に関する知識、古代の医療技術などが含まれている。これらの情報は、エジプトの高度な技術と知識を理解するための鍵となる。記録の間のアクセス。KC のリーディングでは、記録の間のアクセスは、特定の条件が整ったときに可能になるとされている。これには、霊的な準備や特定のタイミングが重要であるとされている。1、霊的な準備。記録の間にアクセスするためには、霊的な成長と準備が必要です。KC は、アクセスする者が高い霊的な意識状態に達していることが重要であると述べている。記録の間に含まれる情報は非常に強力であり、その情報にアクセスする者は、高い霊的意識と道徳的な責任を持っている必要がある。これは、記録の間に含まれる知識が誤用されることを防ぐためだと述べている。2、特定のタイミング。KC は、記録の間が未来の特定の時期に開かれることになると予言している。このタイミングは、世界がその知識を必要とし、人類がその情報を正しく理解し、利用できる準備が整った時とされている。具体的な時期については、KC のリーディングによって異なりますが、多くの場合、それは地球や人類の進化の重要な転換点と関連している。記録の間の発見に向けた探求。現在、KC のリーディングに基づいて、記録の間を探す探求者や研究者が存在し、以下にその一部の活動や発見の試みについて説明します。1、考古学的